こんにちは、ハルトです。9ナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代語一元知識る完全版、現代語疑問句は、日本の思想家、佐藤幸拓による明治古面樹示録を現代日本語でわかりやすく訳した一冊です。元の円樹示録は、江戸時代後期に書かれた入家思想の重要な著作であり、思想や人間学、リーダーシップ、自己休養など多岐にわたる教訓が短文形式でまとめられています。本書は水上基地による現代語訳の力により、難解な漢文に困ることなく現代人の感覚で内容を味わえます。心を磨く、民を立てる、他者とどう向き合うか、学び成長とは何かといった普遍的なテーマが凝縮されているため、自己啓発や人間関係に悩むすべての人に示唆を与えてくれる内容です。実際、歴代の指導者や教育者にも愛読され続けてきた本作は、時代を超えて人々の人生指針や左右の命の宝庫とも言えるでしょう。現代語版で読みやすくなったことで、今まで原種視力に興味を持ちつつ難しさに教員していた方も気軽に手に取り読むことができるはずです。あなたの人生観や行動自身、日々の人間関係にも新たな気づきをもたらしてくれる、そんな一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、紙を立てる意味と重要性。原樹示録の根底に流れる主体がアハナクの意義です。知とは単なる夢や目標ではなく、自分の人生をどのように生きるかという根本的な方向性や決意を指します。本書では、幸を持つことが人間の根本であり、それこそが充実した人生や困難を乗り越える例の面であると説かれています。知がなければ人間は他者や社会に流されやすく、自分を扱いやすくなるのです。現代語訳を通じて神を心の中に明確に位置づけることが、どれほど人生の楽心板として力強いかを実感できます。そして味を荷を立てることの難しさや、その紙を日々新たに持つことの大切さ、環境や状況に流されず自分を持ち続けることこそが成長や幸せにつながるという教訓は、現代社会で生きる私たちにも同意に同じます。次に、学びと自己休養の力。本書では学びの重要性についても多くの言葉が綴られていますが、単なる知識習得にとどまりません。人間学としての学び、自分を日々振り返り休め高め続ける自己休養の必要性が強調されています。自己休養は反省し、内省し、自分の弱点や未熟さを受け入れる勇気、そこから一步踏み出して変わろうとする努力でもあります。原種子録作は、どんな立場や年齢でも生涯にわたって学び続ける姿勢が大切であることを伝えます。特に現代語訳により、抽象的な教えが今の自分に作した事件テーマとして向いてきます。爪を立たなすことが社会や家庭、人間関係の在り方にも影響を与えるという気づきは、仕事や生活のあらゆる場面で活かせる知恵でしょう。さらに、他者との関係性とリーダーシップ、生きる上で避けて通れない人間関係、非原始視力者には、家庭、食術家、社会で他者とどのような距離感や、この名前をもって接すればよいかについて多くを示しています。誠実さ、公平な判断、相手を思いやる気持ち、そして時に厳しさや決断力も求められるといったリーダーに必要な自治が語られます。現代のリーダー論が実は昔からの知恵に根ざしていたことがわかりますし、自分がリーダーでなくとも周囲と健全な関係を築く上で心に留めておきたいヒントが豊富です。また、自分が失敗したり人に裏切られる嫌な思いをする、そんな時もどう心を保つべきか、どのように依然とした自己を守るのかという人生相談のような技術も現代劇でより伝わりやすくなっています。そして日々をどう生きるかという生活指針、原樹子録には人生の大劇のみならず、日々のちょっとした心構えや習慣、具体的な行動自身についても多くの教えが含まれています。例えば、
怠惰や欲望に流されず心を立たなすこと、他人のせいにしない習慣、毎日を新たな気持ちで迎えることの大切さなど、どれも現代人が悩みやすいテーマです。現代語訳がそれをぐっと身近で分かりやすい表現に落とし込んでくれるため、哲学というより今日から使える人生のコツキューとして読めるのも大きな魅力。小さな一部でも自分の行動を変えるきっかけを得られるでしょう。最後に、変わる時代の中で守るべき普遍的価値。時代が変わり、価値観も日々揺れ動く現代。しかし、現樹白津ネイはどんな状況や環境にあっても変わらない普遍的な価値について語ります。例えば、誠実さ、正義、謙虚さ、反省や感謝といった基礎的な人間性。これらは現代にも十分通用し、むしろ情報過多な現代こそ意識し直すべき大切なコンパスです。現代語訳で読むことで、抽象的な言葉が自分の主義思想や家庭、人間関係のケースに具体的に結びつきやすくなり、忙しい現代社会の中で自分の軸を保つ助けになってくれるでしょう。結論として、現代語一元知史録完全版は、自己啓発書やリーダー論、人生論などに興味がある人はもちろん、人間関係に悩んでいる人や自分の生き方に迷いを感じている人にも強くおすすめできます。江戸時代の古典だからバカ苦しい、難しい、そう思っていた方にこそ、現代語訳の優しい表現で普遍的な人生の法則に気づかせてもらえる一冊となっています。会社の管理職や学校の先生、家庭の親、部活のリーダーやチームで活動している人など、腹は広いテーマや年齢層に役立つ内容が詰まっています。また、他の一般的な自己啓発書にはない日本人の価値観や時代を超えた人生の違いが凝縮されているため、海外の翻訳本や西洋流のハウト本では得難い納得感、安心感を味わえます。読むことで自分の価値や行動自身が明確になり、悩みや迷いが減り、日常の中でも自分の心を整えやすくなる効果も期待できます。現代語訳されたことで、漢文や難解な日本語を気にせずスラスラ読めるのも大きなアドバンテージです。迷っている方や人生のヒントが欲しい方、日々をよりよく生きたいと思うすべての方に一度手に取っていただきたい一冊です。ご資源いただける場合は、水上区基地ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。